皆さんどうもこんにちは。今回は危うく一生懸命生きるところだったについて解説したいと思います。この本は一生懸命生きているのにもかかわらず、なんか報われないとか、自分は何のために頑張ってるんだろうと思っている人におすすめの一冊です。例えば、頑張っても給料は上がらないし、誰も褒めてくれないし、モテないし、おまけに親は早く結婚しろと言ってくるし、本当に嫌になります。こういう人は結構多いでしょう。そんな時は一度ブレーキを踏んで、今進んでいる方向が本当に自分の行きたい方向なのか確認してみるといいですよ。もしかしたら誰が一番お金持ちになるのか競争や、誰が一番出世するのか競争、30歳までに結婚するべき競争といった誰かが作ったレースの上を一生懸命走っているのかもしれないです。ゲーテは言いました。人生とは速度ではなく方向であると。皆様の中にも今忙しくて考える暇もないまま全速力で他人が引いたレースの上を走っている方がいるかもしれません。この本の著者もそうでした。ハワンさんは一生懸命生きてきたのにもかかわらず全く幸せになっていなかったそうです。だから40歳を目前にして会社を辞めて自分はどう生きたいのかをじっくりと考えてみることにしたのです。今回の授業を受ければ本当に生きるとはどういうことなのかを見直すことができるでしょう。それでは早速やっていきましょう。まず一つ目は、努力は必ず報われるわけではないという話です。当たり前ですが、努力したからといって報われるわけではないです。努力は私たちを簡単に裏切ります。実際に一生懸命やったのに結果が出なかったことがあるでしょう。逆に一生懸命努力しなくても報われる人もいます。数えきれないほどのオーディションを受けてもデビューできない人もいれば、友人のオーディションについていったことがきっかけでデビューしてしまう人もいます。つまり必死に努力したからといって必ずしも見返りがあるとは限らないし、必死にやらなかったからといって見返りがないわけでもないのです。努力したからといって宇多田ヒカルや倉木舞の声や作曲センスを身につけることができないのと同じです。じゃあ努力するなってことかよと思う方もいるかもしれませんが、そうではありませんよ。歌が上手くなりたい人はボイストレーニングをして一生懸命努力すればいいです。足が速くなりたい人は走る練習をすればいいです。ただその努力は必ず報われるわけではない。そう言いたいわけです。この世の中は自分がこんなにも努力したんだから必ずこれくらいの見返りがあるべきだという考えを持っている人があまりにも多いでしょう。その考え方こそが不幸の始まりだと言っているのです。見返りはいつだって気まぐれなのです。努力したからといっていい結果が出るわけでもないし、努力しなかったからといって結果が出ないわけでもない。もちろん努力した分だけ結果が出ることもあります。この現実を受け入れれば少しは生きやすくなるでしょう。何事も頑張れば叶うわけじゃないけどやってみる。そんな感じで気を張りすぎずに生きてみるべきだとこの本には書かれているのです。二つ目は、やる気がなくても働いていいという話です。よくどうやったら仕事のやる気を出せますかという質問をする人がいますが、この悩みは少しおかしいです。どこがですか？普通だと思いますけど、やる気がないとダメでしょと思う人もいるでしょう。やる気というのは愛情みたいなものです。どうやったら仕事のやる気が出せますかというのは、好きでもない女性を目の前にして、どうやったらその人のことを好きになれますかと聞いているようなものです。どんなに努力をしたって好きじゃないものは好きじゃないように、やる気が出ないものはやる気が出ないのです。やる気は自ら作り出すものであって、誰かに強要されて作り出すものではないのです。でも、やる気がないならやめろって言われる。だから困っているという人もいるかもしれません。そもそもほとんどの人の働く理由はお金を稼ぐためです。だから、やる気がなくても好きじゃなくても働けばいいのです。この世界の全員がやる気を持って好きな仕事をしているわけではないのです。時間と労働力を使っているのにもかかわらず、さらにやる気まで要求してくるなんて、会社はちょっと欲しがりすぎですよね。やる気がないならないなりに目の前の仕事を淡々とこなせばいいです。続けていればそのうち好きになってくるかもしれないし、やっぱり好きにならないかもしれません。そして他にやる気を見出せる仕事が見つかるかもしれません。そしたらその時やる気を注ぎ込めばいいのです。むやみにやる気を出そうとすると反動で無気力になります。3つ目は、世間の風潮を捨てて自分らしく生きるという話です。この世の中には年相応にこうするべきという風潮があるでしょう。例えば30歳までに結婚するべきとか、出世するべきとか、子供を作るべきとか、夢を持つべきとか、男性はマニュアルの車に乗れるべきとか、
女性は子育てするべきみたいなことですね。最初はこの本の著者も他人の期待という世の中の風潮に合わせて生きようと頑張ってみたそうです。頑張って出世してお金持ちになるために努力したのです。誰に見られても恥ずかしくない立派な人生を目指したのです。ですが努力は必ず報われるわけではないです。結局出世はできなかったし、モテないし、人並みにしか稼げませんでした。40歳なのに結婚もしていないし、車も持っていない。みんなによく見られようと頑張れば頑張るほど苦しくなったのです。そこで著者は周りの目を気にするのはやめて自分らしく生きることにしたのです。そもそも結婚したいわけではなかったし、車が必要なわけでもありませんでした。そして思ったのです。本当に恥ずべきなのは、この年で何も持っていないことではなく、自分なりのポリシーや方向性を持たずに生きていることだと。何のために頑張っているのか。もしそれが他人のためなら、一度自分の生き方を考え直してみた方がいいでしょう。4つ目は、人と比べてはいけないという話です。最も手っ取り早く簡単に不幸になる方法があります。それは誰かと自分を比べることです。今すぐ自分よりも稼ぎのいい誰かや、イケメンの友達、芸能人などを思い浮かべて自分をそっと横に並べてみると、ああ、自分はなんて不幸なんだろう。身長も低いし、頭も良くないし、お金もないし、こう思う方もいるでしょう。誰かと自分を比べることで簡単に不幸になってしまうのです。だから私たちは誰かと自分を比べないように気をつけなければならないのです。でも自分が気をつけていても親や友達が勝手に比べてくる場合もあるでしょう。あそこの家の子は任天堂に就職して結婚したんだって。あんたは何してるのって感じです。みんな比較するのが大好きです。そう考えると人間は人生の大事な時間を幸せを探すより不幸を探すことに費やしているのかもしれません。そこで考えてみてほしいのです。私たちが自分と比べてしまうのはいつも自分と近い存在でしょう。例えばビル・ゲイツやイチローがいくら稼いでいようが嫉妬しないし、そもそも自分と比べようとも思わないでしょう。ビル・ゲイツやイチローとかもうレベルが違いすぎて比べる気がしないですよね。バカだと思っていた同級生が東大に入っていたり、後輩が美女と仲良く歩いていたりすると嫉妬するのです。つまり人間はほとんど自分と似たレベルの相手と比べて落ち込んだり、優越感に浸ったりしているのです。それってどんぐりの背比べでしょう。ビル・ゲイツとかイチローから見たらマジでこいつらくだらねえなって思っていることでしょう。だから人と比べられそうになったら、これはどんぐりの背比べだと思うことです。そうすれば受け流せます。次は期待しすぎるなという話です。人生の真理として期待しすぎると必ずがっかりすることになります。例えば友達からこの映画すごく面白かったから絶対に見てと言われて見た時に映画がつまらなかったらすごくがっかりするでしょう。あと期待していたゲームがつまらなかったらすごくイライラしたりします。逆に期待せずに見た映画がそこそこ面白かったら少しは得した気分になります。同じ映画でも期待していた人はがっかりして期待していなかった人は普通に面白かったという。つまり期待と失望はセットなのです。期待するから失望するのです。これは映画だけではなく全てにおいてそうです。新しくできた飲食店に行くときも、友人の紹介で新しい誰かに会うときも、新作のゲームをやるときも期待しすぎると必ずがっかりします。ですが期待しなければそこそこ楽しめます。大きな期待をしなければ毎日が小さなラッキーの連続になります。逆に期待すればするほど人生はつまらなくなっていくのです。何でもそうですが、楽しく生きていきたいのなら過度に期待するのはやめておいた方がいいでしょう。6つ目、他の選択肢はないという執着は捨てろという話です。例えばこの仕事をクビになったら終わるとか、この女性を逃したらもう結婚できないと信じた瞬間に悲劇が始まります。それがダメだったら他に選択肢はないと思い込んでいるから絶望するのです。実際にこの本の著者は高校生の頃、韓国で難しいと言われているホンデ大学に入学することに執着していました。他の大学では意味がなくて、ホンデ大学に入学することだけが唯一の希望であり、他に道はないと思い込んでいたのです。しかし残念なことに3回受験に落ちて、その時自殺まで考えたそうです。これしかない、これ以外に選択肢はないと思い込んだものがダメだった時、人間は絶望します。結局7年かけてついにホンデ大学に入学することができましたが、大学に入っても大して人生が変わることはなかったそうです。大学に7年もかけたのはもったいないと思うでしょう。この話は諦めずにチャレンジし続ければ夢は叶うというサクセスストーリーではなく、他の選択肢はないと考えることがいかに愚かであるかという話です。執着しそうになった時は
少し顔を上げて周囲を見渡すだけで、他の選択肢がいろいろあることに気づくでしょう。そうすれば余裕を持って生きることができるのです。7つ目、やらなかった後悔は後を引くという話です。やりたいと思っていたのにやらなかったことが誰でも一つや二つあると思います。この本の著者は子供の頃映画監督になりたいと思っていたそうです。しかしその夢は叶いませんでした。なぜなら映画監督になるための努力など一切してこなかったからです。努力してないってそんなの不可能に決まってるじゃないかと思う人もいるでしょう。この世の中は夢だけを見て何もしない人がほとんどです。夢を見ても何も行動しなければ何の痛みも味わわなくて済むのですが、何年か経ってあれをやっていたらどうなっていたのかなと思い出して胸の奥が苦しくなるのです。だから人生行動してもっと下手こいていこうと言っているのです。いとも簡単に手放した夢、好きの一言が言えなくて遠くからただ見つめることしかできなかった恋。私たちは失敗してもいいからもっとやらかすべきなのです。失敗を恐れずに失敗家になることです。自分の心に従って行動すれば少なくとも誰かのせいにすることはありません。拒絶されたとしても試しもせずに諦めるよりはマシです。夢や理想が叶わなくてもその行動には十分意味があるのです。だから今より少しだけ自分の人生に忠実になってみましょう。8つ目、ダメな自分を認めたら自尊心が増すという話です。最近 SNS で目に入る金持ちや美人、セレブと自分を比べて、俺はなんてダメなんだ、私はどうせ受け入れられない、自分は生きる価値がないという具合に自分を卑下する人が増えたように思います。僕もそうです。自分なんてゴミだと思っていますという方もいるかもしれません。ですが自分を卑下して生き続けるのは苦しいでしょう。そもそも自尊心が下がる一番の原因は何だと思いますか？すごい人と自分を比べてしまうからと考えるかもしれません。一番の原因は自分を過大評価しているからです。俺は本当はもっとすごいんだと思っているから、理想と現実のギャップが大きくなりすぎて悩んでいるのです。動物はどうでしょうか？リスは他のリスより顔が見にくいからとか、どんぐりを集めるのが下手だからといって自殺したりはしません。動物たちには幻想がなく、自分を過大評価したりもしません。ありのままの自分で生きています。だからこそ自由に行動できるのです。私たちも幻想を捨ててありのままの自分を認めることです。ダメな自分を認めるのです。自分はまあこのくらいの人間だ、それでも悪くないなと考えてみることです。もちろん心の中に自分はもっとすごくなりたいという気持ちを持っていてもいいでしょう。でも今のままの自分でも悪くないじゃん、そう思うことが自尊心を保つということなのです。最後はお金のために自由を後回しにしないという話です。この著者は仕事を辞めてから1年間あえてお金を稼がないように生きたそうです。40歳の男が働きたくないとか情けないやつだなと思う方もいるかもしれません。そう思われてもいいから人生で一度くらいは自由な暮らしを満喫してみたかったと言っています。でもなんでお金を稼がないと決めたのでしょうか？それはこれまでお金のために自分の自由が奪われていると思っていたからです。年収300万の人も1000万円の人も1億円の人もまだまだお金が足りないと嘆いています。つまりお金のために自由を後回しにし続けたら私たちは一生自由にはなれないのです。とはいえお金を稼がないと生きていけないです。なので著者は今の生活が維持できるくらい稼げばいいと思って働くことにしたそうです。今まではよくわからない未来のために我慢してお金を稼いで貯金していたのですが、それをやめて今の生活が維持できるくらい稼ごうという感じにしたのです。この方はフリーランスでイラストレーターをやっています。よくわからない未来のためではなく、現在の自由のためにお金を稼ぎ死ぬまで自由に暮らすのが目標だそうです。本日のまとめになります。努力は必ず報われるわけではない。やる気がなくても働いていい。世間の風潮を捨てて自分らしく生きる。人と比べてはいけない。期待しすぎるな。他の選択肢はないという執着を捨てろ。やらなかった後悔は後を引く。ダメな自分を認めたら自尊心が増す。お金のために自由を後回しにしない。今回は以上でございます。この動画がためになった方は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。